高市早苗さんはこう言いました。私はあの戦争の時代に生きていないんだから、戦争を反省する必要はない。ほんだったらなんで靖国神社行くねん。靖国神社も関係ないはずです。その日本の兵隊さんがやったことも引き受けなきゃいけないです。そしてその加害行為の主体者はあなたです。北朝鮮が包囲されているように見えますが、政治的に包囲されているのは我々です。そうだ。これ、えらいことになったんですよ。これちょっとみんなに言うとかなあかん。えらいことになったんです。これ多分、燃えるというか、燃えはしないかもわからんけども、燃えはしないし、あんまりバズってないんですけど、去年11月の臨時国会で、高市早苗さんが、立憲民主党の岡田克也さんの質疑に答えて、台湾問題の発言をして撤回する撤回せえへんという時間がありましたね。あの時に中華人民共和国の大阪の総領事がむちゃくちゃなこと言うて外務省に抗議入れられたみたいな事件あったの覚えてます？本国に召喚するとか首を切るとかどうたらこうたらいう。中華人民共和国の在大阪の領事館のアカウントがですね、俺のこの切り抜きを拾ったんです。これですけどね。うちのお父ちゃん隣の家入って台所のもん全部食べてお母さん子供ほいでおじいちゃんとおばあさんだけやで。せやのにもかかわらず隣のおっちゃん殴り込んできて、ほんでうちのお父ちゃんボコボコにしまがって、ひどくない？暴力絶対反対。せやけどな、うちのお父ちゃんはね、勇猛果敢にな隣のおっちゃん戦わはったんや。めっちゃ戦いがあったけど、向こうの隣のおっちゃんはな、なんか知らんけどな、背高うてね、体もごつうてな、だってちっちゃいのにもかかわらずうちのお父ちゃんね、勇猛果敢に戦って、めっちゃ勇猛果敢に戦ってんね。もうあんな絶対しばかれんの分かってんのにな、もううちの家を守るためにそうやってお父ちゃん立ち上がらはったんや。なんで隣のおっさん来たんや。いや、それがさっきから言うてるやん。うちのお父ちゃん何もしてへんねんて。隣へ行って隣の嫁はんをほんで子供しておじいちゃんおばあちゃん家に火つけただけやねん。そんだけしかしてへんねんでって言うてんねん、日本人。というところの切り抜きを引用されたんです。で、これ燃えるか燃えないかどうかは知りませんが、僕のその日本人の歴史観がおかしい、歴史観がおかしいというか、あの戦争、15年続いたあの戦争を極めてお気楽に解釈しているということを批評するためにやって、別にこれ引用してくれるなとか言うてるわけでもない。多分これ気づくやつが気づいたら燃えるんだろうと思いますし、このご時世からだというと僕はこの発言からウォッチリストに、官邸側のウォッチリストに入っていくんだろうなと思います。前から入ってるでしょうけども、入れていただいて結構ですが、ただ一言申し上げたいと思います。中華人民共和国在大阪領事館さん、引用するときは、菅野保のチャンネル登録よろしくの一言を添えなさい。そこ大事。簡潔明瞭、歴史問題における日本政府と多くの日本人の不条理と歪さを菅野さんがあまりにも分かりやすく解説してくれているという要約は、極めて正しい要約ではあるんですが、ここまで正しい要約をしてくれるんであれば、チャンネル登録はこちらというリンクを貼れ。で、なんやったら中華人民共和国の人民全員登録するように差し向けてくれ。チャンネル登録数14億人とかなるかわからんから。こうもう一台買わなあかんかもわからん。なので、です。ただね、これね、この間の言論最前線でちょっと言い忘れたんですけど、この歴史観なんですよ、日本人をダメにしてるのは。なんか、あたかも自分たちが不幸な時代を耐え忍んだみたいな考え方してるでしょ。その不幸な時代は誰が招き入れたんやちゅうことです。被害者面もええんですよ。で、これ言論最前線で言い損ねたところなんですけど、被害者面ってね、実を言うとね、8月15日から発生してるんですよ。陳深く世界の体制と、モノマネだった方がいい？陳深く世界の体制と帝国の現状に鑑み、非常の措置をもって自局を収拾せんと欲し、ここに中領なる汝親民に次ぐ。陳は帝国政府をして、米、英、史、蘇、四国に対し、
その共同宣言を受諾する旨通告せしめたり、先に米二国に戦々たるゆえんもまた、実に帝国の自存と東亜の安定とを所育するに入れて、他国の主権を廃し、領土を侵すがごときはもとより陳が志にあらず、しかるに公選すでに司祭をけみし、しかるにすでに公選司祭をけみしって言うてるんですよ、ここで。しかるに公選司祭をけみしって言うてるんですよ。これ、玉音放送の終戦の消直そのものが、もう被害者面が始まってるんですよ。4年間戦争してきたけど、全然戦局が好転しませんっていう。ケミストリーちゃうよ、ケミシね。しかるに公選すでに司祭をけみし、陳が陸海将兵の優先、陳が百両優秀の精霊、陳が一億諸州の方向、おのおの最善を尽くせるにもかかわらず、戦局必ずしも好転せず、世界の体制また我に利あらず。って言うんですけど、その前はよ、4年間の前はよ、最高責任者はここで被害者面をしてるんです。で、この後広島と長崎に落ちた原爆の話を言及するんですよ。しかのみならず敵は、新たに残虐なる爆弾を利用して、しきりに向こうを殺傷し、しきりに向こうを殺傷したん誰やねん。でね、ここでね、もうアンビバレントなんです。冒頭。ただいまより、天皇陛下のお言葉がございます。国民の皆様におかれましては、ご起立願います。プチプチ。陳深く世界の体制と帝国の現状に鑑み、非常の措置をもって自局を収集せんと欲し。法に汝臣民に次ぐ。陳は帝国政府をして、米英史蘇四国の共同宣言を受諾する旨通告せしめたり。ここで C 言うてんのが中国入ってるんですよ。シナの C ですからね、あれ。中国入ってるんですよ。ここで中国入れときながら、すでに司祭をけみし言うて。で、これね、用語のしようがないんですよ。擁護しようと思ったら、いや違うんやと。真珠湾攻撃から始まるね、真珠湾攻撃とマレー作戦から始まる、プリンス・オブ・ウェルズを落とした、マレー海戦と、それと真珠湾攻撃から始まる戦争のことを言うとんや、言うんやけど、だから死は乗っかっただけやねんって言うかもわからんけど、そうって言うてしもうてんねん。そうなんか、これの2週間前から戦争始まったばっかりやで。司祭なんか全然気にしてないねん。そうってソ連のことですよ。ってことは、米英思想の四国言うてるから、日本が日本実を言うと120カ国と戦争状態にあったんですから、あの時は。世界中の国と戦争状態にあったんですけど、あの時。実際に戦闘行為してるかどうかは別としてね。公選すでに司祭をけみしって言うてるんですよ。でもこの段階でね、なんか自分、ぼーっとしてたら台風に襲われました、みたいなこと言うと思うんですよ。よう言うて、なんか、これ読んでたらね、こう終戦の消直読んでたらね、なんか知らんけど、普通に生活してたのに、急に台風がやってきて、家が流されて家族がチリチリブラブなんて悲しいですって言ってるみたいやんか。何それ。しかのみならず敵は残虐なる爆弾を持ってしきりに向こうを殺傷しって。南京大虐殺はよ。重慶爆撃はよ。何を言うとんよ。これもう、ここの展開最低なんですよ。しかるに公選すでに司祭をけみし、陳が陸海将兵の優先、陳が百両有志の精霊、陳が一億諸州の方向、おのおの最善を尽くせるにもかかわらず、自局必ずしも好転せず、世界の体制、また我に利あらず、しかのみならず敵は新たに残虐なる爆弾を使用して、しきりに向こうを殺傷し、3階の及ぶところ、誠に計るべからざるに至った。しかもなお交戦を継続せんか、ついに我が民族の滅亡を将来するのみならず、ひいては人類の文明を破却すべしって言うてる。俺全部受動体なのよ。全然辻褄は。で、そっから戦争体験を語りましょうって言うたら、東京大空襲のね、東京大空襲がこんなに辛かったとか、原爆がこんなにひどかったと、それは語り継いでいくというところは、それはとても重要なことなんだけれども、スポッと抜けてる。1931年から戦争してるんです、我々は。
でも戦争の物語と言うて日本人が語り継ごう言うてんのは1944年3月以降の話なんです。それをよその国が見てどう思うかということの想像がいかないということが、そこの想像をしていないということが、現在進行形の暴力だということが理解できないのはやばいという話を俺はずっとしてんの。いや、それはその広島とか長崎とか沖縄の地上戦とか東京大空襲とか大阪大空襲の一般庶民が苦しんだその歴史に価値がないとかそんなこと言うてるんじゃないよ。そこを政府が戦争するということはこういうことだから戦争してはいけないという教訓を学ぶために語り継んでいく。そして戦争というものがいかに愚かな行為かということを学ぶために語り継いでいく、学習し続けていくと、これはとても重要なことなんだけども、でもそれは筒いっぱいの戦争じゃないよ。15年という長いパイプの中の最後の1年半だけで戦争大変やった言うてんねん。前の13年半もうゴロッと抜けてんねん。だから歴史修正主義というものは今になって始まったことではなくて、1945年8月15日の12時2分ぐらいからスタートしてる。これ起案者の迫水です。これ起案者の迫水で、迫水の原案に安岡正弘とかが筆を入れてるんですけど、で、現実から逃げてるんですよ。いや、ほら、元彦の3兆870億円に対してカラーコピーしないことで対抗するぐらい意味のないこと言うてるんです。でね、ずっと言いますよ。いや、広島、長崎、沖縄、まあ順番逆やけど、大阪、東京、名古屋、それぞれの地上戦、原爆、大空襲の記憶をつないでいくということは極めて重要で、そこから戦争の愚かしさということを学んでいくことは極めて重要だけれども、それはあの戦争の最後の15ヶ月だけです。15年戦争しててんから、俺らは。頭の13年半、コロッと抜けてるんです。で、これ今でもコメント欄見たら、薩長土肥が悪い、薩長土肥が悪い。いや、違うやん。薩長土肥がやばいんちゃう。お前らかってそれ重要してるやん。これ今見てる5000人全員が、そういう歴史観で生きてきたやん。うわ、広島、長崎、沖縄、東京、大阪、まあそこに沖縄含めるのちょっとあれやけども、うわ、かわいそう言うてるけど、いや、お前らそれ内面化してるやん。なんか薩長が悪いとか言うてるけど、お前らそれに内面化してるやん。何人かが薩長が悪いとか、どうたらこうたら言うてるけど、お前らそれ内面化してるやん。じゃあ悪いのお前らですよ。お前は広人の昭和帝の縮小コピーやってんねん。薩長が悪いって言うたやつおるでしょ、何人か今。それは帝国政府が悪いってこと言いたいんやろうと思うけども、違うよ。1945年8月15日、12時2分からスタートしたこの歴史改ざんの歴史を、薩長土肥と関係ないお前らも引きずってるやん。で、今もう薩長関係ないねん。今になっても同じ、なんか自分被害者面でしょ。違うよ。俺ら現在進行形の加害者やからね。さっきの中国の大阪の領事館の人が切り抜いて引用してくれた俺の動画の内容。うちのお父ちゃんね、何も悪いことしてへんねんね。隣の家行って隣の家の嫁はんをって子供して残りの食べ物全部食べておじいさんとおばあさん家に火つけて帰ってきただけやねん。だから帰ってきたらね、その隣のおっさんがね、何してんねんよってうちに怒鳴り込んできて、うちの親父のことをボコボコにして、辛かったって言うてんねん。日本人は。それを見た隣の家の子や孫がどう思う？もうな、うちのね、おじいさんの代の話やねんけどな、もう辛いことがあったんよ。うちのお父さんとお母さんもね、それ見て育ってしんどかった言うてんねんけど、隣のおっさんの家がね、なんか体ごっついのがなんかこんな武器持ってきて、うちの家乗り込んできてね、うちの家めちゃくちゃにしたんよ。もうあんな暴力は絶対嫌やわ。なんでそんな暴力生まれたん？いや、知らんねんけどな。なんかうちのおじいさんが隣の家行ってな、隣の家の嫁はん子供全部って、ほいで家に火つけて帰ってきはっただけって聞いてんねん。もうね、そんなん古い話やんか。もう80年も90年も前も。それまだ言われんねん。それ周りからどう見えるよ、それ。それ加害行為よね。で、それは、高市早苗が悪いとか、安倍晋三が悪いとかではなくて、お前が悪いねん。
その隣の家の嫁はんを犯して、隣の家の食べ物全部食べて、隣の家に火つけて、隣のおじいさんとおばあさんを殺したのは、お前のおじいさんとおばあさんかもわからんけども、そのおじいさんおばあさんが受けた被害のことだけ言うて、おじいさんとおばあさんの加害行為を言わへんことは、今、当代のお前の孫のお前がやっている現在進行形の加害行為です。それは80年前、90年前の加害行為ではないです。現在進行形の加害行為です。そしてその加害行為の下手人はお前です。高市早苗でも安倍晋三でもないです。You です。で、それを変えるためには高市早苗を引きずるすとか安倍晋三を引きずるすとか違う。お前が変われ、まず。まずお前が変われ。俺が8月になって嫌になるのは、そうやって人殺しに人殺しの上に人殺しを重ねてきたことを黙って、自分たちが殴られた、殴られた、殴られたって叫び続ける偏無的なやつが増えるから、極めて気分が悪くなる。高市早苗が異常なんじゃないんですよ。高市早苗はあなた方のリフレクションでしかない。でね、ここでね、左翼の連中、アホリベラル、特に東京新聞読んだりね、週刊金曜日読んで喜んでるような60、70、80のクソじじい、クソババアがよく言うのは、歴史教育が足りてないのが良くないって言うんですけど、申し訳ないけども、東京総計上智の日本史の入試パスできてる人間は、普通に頭に入ってますから。それもお前の問題やね。日本の文科省のカリキュラムがダメだからではないの。お前が勉強してないから抜けてるだけなの。お前が偏差値低いのが問題なだけなの。日本の学校のカリキュラムが問題なんではないの。だから、こういう話をするとね、学校で教えてくれへんから、いや、学校で教えてんねんって、お前が寝てただけやねんって。学校で習うんです。薩長が悪い、学校が悪い、大日本帝国が悪い。なんかこれ反省してるつもりで全然反省してんの。お前どうしてんねん。お前大人になって学校カリキュラムに文句をつけるということ自体が極めて人生を馬鹿にした汚辱にまみれた発言ですけどね。それもお前偏差値低かっただけの話やん。だけの話ですよ。賢い奴は勉強してるんですから。嘘ですからね。近代史の部分のウエイトが低いって。明治維新以降、いわゆる旧帝大の入試、明治維新以降ちゃんと3分の1で残ってますからね。点数のウエイトでも。単にお前が勉強してなかっただけ。そして単にお前が反省を自分の作業だと引き受けてないだけ。その意味ではみんなネトウヨ。ネトウヨと一緒多責にしてるだけの話です。薩長が悪い、大日本帝国が悪い、広人が悪い、東条が悪い、山本五十六が悪い、阿南惟親が悪い、荒木が悪い、石原幹二が悪い、誰々が悪いっていろんなこと言えますよ。違うよ。お前が悪いねん。お前が悪いの。お前が未だに被害者面してるお前が悪いの。日本史 B の教科書です、これ。日本史 B の教科書ね。これだけの厚みあるんですけど、日本史 B の教科書、学校で習ってないと嘘ですからね。ここ撮影戦争が次のページから明治です。ここ、明治維新って書いてあるこのページからこんだけの厚みあんねんで。こんだけの厚み。嘘ですから。近現代史を教えてないというのは。お前の行った学校が悪い、お前の能力が低いっていう問題だけです。そしてお前が学んでいないということは自分の反省が足りてないことの言い訳にならないです。教科書になかったのは嘘。ずっとある。言い切るのはやめよう。ふざけんな。俺は証拠見せてるやんけ。お前証拠持ってこい。なかったっていう。ないわけないやろ、アホ。お前の能力がすんたらずなだけじゃ。ムカつくねんて。お前やねん。問題は。ウェイトが低い、軽い。ふざけんなよ。ああ、学校で習ってないね。教科書には載ってたかもわからんけど、南京大虐殺うわあ、ウェイト軽かったからな。で、済む話なんか、ドアホ。うわあ、いやいや確かに僕日本人なんですよ。でもね、1980年代生まれで、結構ね、偏差値の高い進学校行っとったんですけどね、効率化のためにね、室町時代まではいっぱい教えてもらうんですよ。その後ね、覚えてないんすわ。
というのが加害行為やいう話をしてんの、俺は。それが加害行為なの。薄かった。教科書に載ってませんでした。言い訳でしかない、そんなもん。全部人のせいにしてんねん。で、よしんば学校に勉強せえへんかっても、その後勉強せえへんかったらお前らがおかしいねん。ほんまに人のせいばっかりすんなって。とんでもないこと言われてんねんぞ。人のせいばっかりにすんなって。と、それとね、高市早苗的には自分は戦争体験者ではないから戦争に反省する必要はないって言ってるでしょ。だということは、戦争体験者でないんであれば、戦争で死んだ人を慰霊する必要もないはずです。自分が戦争を経験したわけではないからそれを反省する必要はないと言うんであれば、自分に関係ない人の慰霊をなんでするねん。自分の戦争が自分がやった戦争ではない、自分が経験した戦争ではない、当時自分は生きていなかった、だから反省する必要がない。なるほどな。そう言える家の子供というのは多分父親と母親の墓参りに行かない子供ですよ。うちのお父さん殺人鬼やった、うちのお母さん詐欺師やった、へえ、それを今の私に反省せえ、それは親の世代の話やから私は関係ありません言うて説得力盛るやつがあるのは父親と母親の墓参りせえへんやつだけですよ。関係ないと。もう関係ないねんって言うと関係なくせえよ。靖国時代は行くはずない。関係があるから慰霊するんでしょ。ほんだったらその慰霊されてる人のやったことも関係あるやんけ。なんで靖国にこだわんねん、ほんなら。関係ないはずやんけ。ほんで日本の兵隊さんありがとう言うてんねんね。関係ない人になんでありがとう言うてんねん。で、それがね、どれだけ暴力行為かがわかるという話をしてるのよ。8月15日が近づいてくるでしょう。で、そうするとね、8月や6日、9日、15日という俳句がありますが、その、メディア、新聞もテレビも、ネットも、その、広島、長崎、8月15日という話をするんです。で、東京大空襲がどうだった、大阪大空襲がどうだった、沖縄の地上戦がどうだったということを言うんですが、我が国はあの戦争15年間やってたんですよ。でしかしこの8月の季節に効いてくる戦争の悲惨さと言われるものがね、全部1944年の3月以降の話ばっかりなんですよ。1931年9月から戦争してるんです。ということはその前半の13年半の我が国が中国大陸や朝鮮半島や東南アジア各国でやってきた犯罪行為についての言及が全くないわけです。子供の時から僕は夏に体調を崩す気味やったんですが、それはその戦争の悲惨さを見るからではないんです。その戦争の悲惨さを見る人たちが、戦争の悲惨さを見て戦争の悲惨さを学ぶ人たちが、その戦争の悲惨という刃が他者に向いたところに無自覚であるというところを見て、人間の醜さを目の当たりにすることが8月になると増えるから体調を崩してしまうんです。令和の流行り言葉で言うと、被害者ムーブするやつばっかり嫌になってくるんです。高市早苗さんはこう言いました。私はあの戦争の時代に生きていないんだから、戦争を反省する必要はない。確かにそうかもわかりません。自分の親がやった悪いこと、自分のおじいちゃんおばあちゃんがやった悪いことを、自分が同じことやってない限り反省する必要なんかないかもわかりません。で、自分が生きてない時代の話やから自分に関係ない、反省する必要がない。なるほど、そうかもわかりません。ほんだったらなんで靖国神社行くねん。靖国神社も関係ないはずです。日本の兵隊さんありがとう。あなたたちは日本の平和と繁栄のために死んでいってくれたと言うんであれば、その日本の兵隊さんがやったことも引き受けなきゃいけないです。関係ないって言うんだったらありがとうとも言わないし、ありがとうと言うんであれば関係があるんです。で、それは高市早苗という事例だけではなくて、1億2000万人の日本人がほとんどそれです。みんなそうです。それは日本会議だけが、統一教会だけが、自民党だけが、高市早苗だけが悪いわけではありません。みんなそうです。あの戦争を美化する人だけが
おかしいんではなくて、あの戦争は間違っていたという人でさえそうです。広島、長崎、沖縄の悲惨さを伝える人たちでさえそうです。で、そしてそれは、広島、長崎、沖縄、東京、大阪等々の戦争の犠牲になった方々は当事者としてその悲惨さを語るということは重要ですし、今後も続いていかなければいけないことだけれども、その前の加害行為ということをまるっと日本の社会全体が落とし込んでいるようであれば、あの戦争はまだ終わってないし、加害行為はまだ続いてるんです。2026年8月のタイミングでも。そしてその加害行為の主体者はあなたです。あなたです。高市早苗でも日本会議でも統一教会でもネトウヨの連中でもないです。あなたです。その上で今日はこのニュースだけ取り上げて終わりたいと思います。中国の王毅外務大臣が今韓国を訪問中です。でそこで韓国とで何を王毅が言うてるかというと、朝鮮半島の非核化についての交渉をやってるんですが、北朝鮮敵視、アメリカは放棄をと言うてるんです。でこれエミネントなのはトランプが北朝鮮また行きそうなのも明らかなんで、中国がトランプに花持たせようとしてると思うんですよね。このまま行くとイランに核施設を放棄しろって戦争してたやつが北朝鮮に対しては北朝鮮の核兵器を認めるってアメリカはきっと言うんですよ。去年の10月か。去年の10月にイランにお前ら核兵器を放棄しろ言うて戦争仕掛けといた同じ舌が今度は朝鮮半島に来ると、何やったっけな、読売新聞では北朝鮮にはアメリカが52発の水爆があるとかって言うてるんでしょ。でその北朝鮮のそれは認めるって多分トランプは言うんです。で認めるんやったら一緒にパッケージとして北朝鮮敵視政策を捨てるしかないでしょうという水を向けてくれてるんだと思います。でトランプの二枚舌外交が成立する土俵をなんとか世界秩序を守るためにストーリーをつけるために王毅は今根回しをしてるんだと思います。で韓国もおそらくその標則を理解して韓半島の核兵器があるということは固定化するだろうという前提で動き始めているように見えます。しかしながらですね、昨日王毅は大統領と、それから国家安全保障室長とも話してるんです。実務者協議と行政トップとの話を両方昨日王毅はやってるんですが、その後中国の外務省が発表したコメントの中にはこの一言がありました。日本の右翼勢力による歴史を逆行させる言動を警戒し、軍国主義の再燃を決して許してはならない。これ日本人の感覚では理解できないかもわかりませんが、王毅が今地ならしをしようとしている米朝首脳会談の側面支援というストーリーだと僕はこれを見ているんですけども、北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国、大韓民国、中華人民共和国、そしてアメリカ合衆国と、この話に出てくる4カ国はすべて第二次世界大戦の戦勝国です。戦勝国扱いされて、韓国と北朝鮮のことは戦勝国扱いをしている。とりわけ北朝鮮の場合はナショナルなストーリーとしては日本のファシズム政権と戦ったパルチザン政権の後衛であるということを建国の神話としている国です。韓国も李承晩がなぜ大統領になれたかっていうと、抗日運動をやっていたからだということです。で、中華人民共和国およびアメリカ合衆国は直接的に日本のファシズム政権と戦争をしたということです。今から見たら北朝鮮から日本は軍国主義だ、中華人民共和国から日本は軍国主義だよとふざけんなって思うのはそれはそうかもわかりませんが、81年前の8月で終わったあの戦争の経緯を考えてみると、彼らは連合国であって我々は数十国であるということを
見せつけられています。そしてそんなことは終わった話なのだと言いたいのであれば、終わった話だとするだけのことを我々はしなければいけません。日本だけが王毅が仕掛けたこの地ならしのゲームの中で、あいつらやっぱりまたファシズムになるっぽいでって言われて、韓国と北朝鮮と中国とアメリカ合衆国の4人で極東アジアの平和のことを話し合おうなという体制ができつつあるわけです。そうすると我々が毎年やってくる8月にどういうことをやらなければいけないのかというのはおのずと明らかだと思います。北朝鮮が包囲されているように見えますが、政治的に包囲されているのは我々です。アメリカは自分たちの味方をしてくれているように見えてるかもわかりませんが、少なくとも王毅が描こうとしている、そしてトランプがやろうとしている極東アジアの秩序の再編成の中には、連合国チームと数十国チームという線がピシャッと引かれています。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。